今の私たちにとって本当に真の試練になるなって思ってる。誰かカメラマンにレンズ拭いてって頼んでくれない？日本こそが私たちが到達すべきレベルなんだ。これじゃ放課後の運動レベルだよ。これだけ才能がある子はたくさんいるのに、ちゃんとした育成計画がないなんて、選手たちがかわいそうだよ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年5月8日に行われた AFC U17 女子アジアカップ中国2026日本対オーストラリア戦の試合について、オーストラリアサポーターと話していくよ。オーストラリアももうほとんどノックアウトステージ進出が決まってるしね。そうだね。日本は引き分け以上で1位通過。負けると2位通過になるよ。相手は決まってるの？2位だとベトナムと試合だよ。本当は試合終わってから決まったけど、1位だと韓国と試合だね。女子はノックアウトステージで1回勝たないとワールドカップ出られないんだよね。そうだね。この試合のメンバーを見ていくと、オーストラリアは前の試合からスタメンを6人入れ替えてるね。結構入れ替えてきたね。日本は前の試合からスタメンを4人入れ替えたよ。半分ぐらいだね。前の試合は11人入れ替えてたから、いい感じに疲労は分散させれてるね。こういうところは日本はちゃんとできてるよね。じゃあ今回はオーストラリアサポーターのデイジーとリモートをつないでるよ。G'day! G'day! デイジーちゃんよろしくね。中国に売ってるサポーターもいるぐらいオーストラリアでは盛り上がってるよ。オーストラリアは女子サッカー人気だもんね。じゃあオーストラリアの声を聞かせて。 OK。 早速なんだけど、今回の試合俺も 100% チームを支持してるし、みんなのことすごく誇りに思ってるんだ。試合見てると現地からオーストラリアの応援団のすごい声援が聞こえてきて、もうテンション上がりまくり。わざわざ現地まで行ってくれた人たちには本当に感謝しかないよ。みんなに幸運を祈る。で熱く応援してるの。現地に駆けつけるファンの存在は選手たちにとってすごい大きな力になるよね。現地まで行くなんて愛が深いね。試合はめちゃくちゃ楽しみにしてる。過去の AFC 女子の決勝をもう一回再現してほしいなって本気で思ってる。決勝の再現？ AFC の決勝戦で日本はオーストラリアに負けたことないと思うけど、ただ今回のスタメン発表を見てちょっとびっくりしたのが、A リーグで普段プレーしてる選手たちがベンチスタートだったことなんだよね。もう日本戦より次の試合を見据えてるんだね。次の試合に勝たないとワールドカップ出られないからね。しかも勝つより2位通過の方がベトナムと試合だから、そっちの方が楽かも。最初って思ったんだけど、でもよく考えたら遠征に参加してる他の21人のメンバーにも試合に出るチャンスを与えられるじゃん。みんなに経験を積ませるって意味で、それはそれですごくいいことだねってポジティブに捉えてるよ。遠征に行ってるメンバーみんなにチャンスが回ってくるのはチーム全体にとってはすごくいいことだよ。日本の選手はみんな試合出たしね。でもね、正直言うと日本相手っていうのはマジでやばいって思ってるんだよね。サッカルーズとかマチルダスとか男女問わずどの年代でも日本っていつも別次元のレベル。日本は女子も男子もアジアでは本当に強いよね。そうなの。だから今回の日本戦は今の私たちにとって本当に真の試練になるなって思ってる。厳しい試合になると思うけど、このテストをどう乗り越えるか全力で見守って応援するよ。今回のリトルなでしこもすごくうまいから、日本が勝つって私は信じて応援するよ。あはは、望むところだよ。日本との試合が最高の試合になるといいな。じゃあ試合開始だよ。日本頑張れ。 Good luck, Matildas。 前半終わって3対0でリトルなでしこのリードだよ。みんなうますぎなんだけど。3点目とか私は好きだな。ちょっと愚痴になっちゃうんだけど、中継見てて誰かカメラマンにレンズ拭いてって頼んでくれない？って思わず突っ込みたくなっちゃった。確かに前半の映像って画質悪すぎだったんだけど。でしょ。そもそもサッカーのテレビ中継を見るの自体がすっごく難しかったよね。そこは本当にどうにかしてほしいって思ってるんだよね。いや、そこは本当にそう。最新 iPhone で YouTube ライブした方が綺麗なレベルだったよ。試合内容については何か言ってないの？そこは私の周りで言ってる人はいなかったよ。そうなんだ。じゃあ後半見ていくよ。試合は5対0でリトルなでしこの勝利。このグループ1位通過だよ。全勝通過は素晴らしい結果だね。デイジーちゃん、オーストラリアのみんなはどう？いや、午前の大敗の後だったから結構荒れててさ。うちは草サッカーチームだ。パスが3本もつながらないなんて厳しい意見がたくさんあったんだよね。ノックアウトステージ進出決めてても5対0となると厳しいんだね。だからファンの中にも育成年代はピラミッドの土台なんだから、もっと基本的なプレーを見せてくれよ。
これじゃ放課後の運動レベルだよ。って不満を漏らす人もいたの。でもさ、それに対して相手はまだ子供なんだから、一呼吸置いて落ち着きなよ。ってみんなでかばう声も多くて。そうだよ。高校生の選手は一生懸命頑張ってるんだから、ただ見てるだけの大人たちが文句言うのは良くない。しかも腹立つのが、こんなチームに大金使うな。みたいなこと言う人がいてさ。そしたら他のファンがすかさず、どこにお金使ってるって？選手たちはほとんど自費で遠征してるんだよ。って一斉にツッコミ入れてて。選手たちが自分でお金出してるの？そうなの。でも明日はまた新しい始まりだ。君たちは次世代のスーパースターなんだから気にせず切り替えろ。温かいエールを送る人もたくさんいたよ。そういう応援が一番力になると思うな。それでね、グループ突破についてもファン同士でいろいろ話しててさ。他会長でインドがレバノンに勝ってくれたおかげで無事に2位通過できたんだって言ってたよ。まだ一応レバノンが2位になる可能性も残されてはいたもんね。そうそう。得失点差の余裕はあったんだけどね。でもここだけの話、ファンの中では正直 5-0 でボコボコにされたけど、1位通過じゃなくて2位通過になって逆にラッキーだったわってみんなホッとしてるんだ。確かに2位通過の方が相手が比較的に楽だよね。葵分かってるね。もし1位通過してたら、次の相手が世界ランク1位の北朝鮮とか超強敵の韓国になってた可能性が高かったの。でも2位通過になったおかげで月曜の試合はベトナムと当たることになったんだ。去年のワールドカップ出場国と試合になっちゃうもんね。そうだから、一番強いところと当たるくらいなら2位で抜けた方が全然マシだった。っていうのがファンのリアルな本音なんだよね。日本戦より次の試合勝つ方が大切だからさ。次の試合に勝たないとワールドカップ出られないもんね。しかもオーストラリアはこの試合選手を休ませてるみたいだし、試合前から監督は負けてもいいって思ってたかもね。でも男女問わずどの年代でももうずっと日本には勝てないままだって嘆いてる人も多いんだ。中には去年の U20 のアジアカップではオーストラリアの男子が日本に勝ってるよって言い返してる人もいたけど、結局は日本こそが私たちが到達すべきレベルなんだって痛感してるサポーターがほとんどだよ。 U20 も U17 も男子は去年日本が負けてるはず。そんなに負けてたっけ？ U20 のオーストラリア代表は強かったよ。しかも優勝してたからね。実はファンの間ですごく議論になってるのが育成の話なの。日本は10年以上前からクーバーコーチングっていう技術プログラムを導入して子供の頃からの育成を徹底してるでしょ。トム・バイヤーさんみたいに歩き始めたばかりの時期からサッカーに触れさせる活動をしてる人もいるし。オハスタの人？あの人オーストラリアでも知られてるんだ。オーストラリアのサッカー協会も昔はこのクーバーのプログラムを全国に展開するチャンスがあったらしいんだよね。でも途中で自分たちで似たようなプログラムを作れるって判断して結局それを捨てちゃったんだって。その結果が今のこのレベルの差なんだから、協会は何をやってるんだって不満が爆発してるよ。すでに実績のあるシステムを捨ててまで作ったものが機能していないのはサポーターが怒りたくもなっちゃうね。ほんとそれ？誰か電話を取って他の国に助けを求めたらどうだ。これは共同作業なんだから。これだけ才能がある子はたくさんいるのに、ちゃんとした育成計画がないなんて選手たちがかわいそうだよ。でも A 代表になるとオーストラリアは強くなるんだよね。でも今はとにかく今回の大会でこの恥ずかしさを払拭してほしい。次はベトナム戦だし、今日の負けを新しい始まりにして次世代のスーパースターとして輝いてほしいって願ってるよ。次の試合が大切だもんね。そうなんだよね。オーストラリアからはこんな感じだったよ。一緒にワールドカップに行こう。頑張れマチルダス。葵、ヒナ、See ya。 See ya。日本はグループステージ無失点で1位通過だね。そうだね。これが最終順位表だよ。日本がダントツすぎるんだけど、日本以外得失点マイナスだよ。すごいよね。でも次からが本当の勝負だね。次はワールドカップ出場をかけた韓国戦だね。そうだね。韓国とは EAFFU15 女子選手権2024で1対1の引き分けだったよ。2年前は引き分けか。これは気が抜けないね。これに勝つとまたオーストラリアと試合の可能性があるよ。1試合置いてオーストラリアってすごい。どっちも勝ったらだけどね。準々決勝の韓国戦はいつ？ワールドカップ出場をかけた韓国戦は5月11日16時キックオフだね。中2日か。女子は早いね。そうだね。勝ってワールドカップ出場だ。そうそう。北朝鮮対韓国戦の試合前のハイタッチ見た？見た。北朝鮮が気をつけしてて、その横を韓国が素通りしてったのね。じゃあ今日は終わるよ。
ご視聴ありがとうございました。韓国戦は何対何になると思いますか？ぜひコメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。